今回は PS1 のプレミアソフトも PS アーカイブで今でもダウンロードできるんですの第2弾です。前回同様のテーマの動画で10本ほどロム版が超プレミア化しているものたちを紹介しましたが、今回は前回ご紹介から外れてしまっていたプレミア化しているメジャーゲームからマイナーゲームまで再び10本のご紹介なのです。今回の動画は春の空重ねてとポロンちゃんでお送りします。そんなのあった缶メンバーシップでは限定動画や先行動画が楽しめます。興味ある方は応援よろしくお願いします。まずはメジャーゲームメルヘンアドベンチャーコットン 100% スーパーライト1500になります。当時1500円という安値で販売していたスーパーライトシリーズの1本で、コットン 100% は今でもファンが多いシューティングゲームコットンシリーズ2本目の作品です。1作目は能天気なコットンに対してちょっとダークな BG やステージ構成というところでしたが、2作目の 100% はコットンのキャラはそのまま副題にメルヘンアドベンチャーとついたように全体的に明るくポップな感じになっています。コットン 100% は最初にスーパーファミコンで発売され10年経ってから2003年に PS に移植。それからまた20年後の2022年に PS4 とスイッチでパノラマコットンと共に移植。2023年にはコロンバスサークルからなんとスーパーファミコン版が改めて新パッケージで発売されたりしたのです。そのため近年でも手に取って遊びやすくはなっていますが、ファンが未だ多いためかコレクターズアイテムとして初期のスーパーファミコン版が4万円、スーパーライト版の PS1 が2万1800円と数々の移植を経ても未だに高プレミア価格を維持しています。そんなコットン 100% のロム版は現在でも PS アーカイブで628円でダウンロード可能なのです。お次もメジャータイトル、ファンも多くて当時から大ヒットしていた名作 RPG 新女神転生2です。こちらは説明の必要がないほどのメジャー RPG のシリーズで、ウプ主もスピンオフのシリーズであるペルソナ含めてトップクラスに好きなゲームです。でもそんなにメジャーでヒットしたのにプレミアタイトルなのですか？ヒットしたのは1994年に出た元のスーパーファミコン版の方で、こちらの PS1 版の新女神転生2はスーファミ版の8年後の2002年に発売されたタイトルです。ちなみに2003年に発売されたゲームボーイアドバンス版もプレミア化しています。でも PS 版の新女神転生のプレミアの付き方はちょっと変わっていて、ゲームボーイアドバンス版は純粋に出荷が少ないこともあり、新女神転生1も2もプレミア化しているのですが、 PS 版は1や2や IF 含めて基本的にはプレミア化していません。2はプレミア化ってことで紹介してるのではないのですか？ですね。ドミネーターバージョンと言われる通常の新女神転生2はあまりプレミア化していません。とは言っても近年ドミネーターバージョンも定価近くなってるからそこそこプレミアとも言えるけどね。情報型の上結局南極さっぱり意味がわからないのです。この今再生している PS アーカイブのバージョンは最初の通常版じゃなくて修正版なのよ。修正版って何なのです？そう、女神転生2にはバグのある通常版と修正版があるのですが、 PS1 に移植された際になぜかバグありの通常版が移植されたんだ。そんなことあるのですか？ね、びっくりだよね。忠実に移植しただけかもしれないけど正直意味不明だね。それもあってかなのか修正版の方が通常版よりちょっとレアだし、需要としても当然修正版の方があったので、その2の修正版だけが PS1 版ではプレミア化したというわけね。 PS アーカイブでは修正版のみが新女神転生2として売っている形なのです。そんな新女神転生2の修正版のロム版は駿河屋中古価格12,700円となっています。一時期は2万円を超えてたのも見たことあるので、だいぶ落ち着きましたのでそろそろ買い時かもとか思いますが、現在でも PS アーカイブで628円で買うことができるのです。お次はややおまけ的な紹介ですが、こちらメガテンつながりで新女神転生デビルチルドレン黒の書赤の書
です。それほどではないのですが、昨今ちょっとプレミア化してきているので、こちらも女神転生の紹介の流れでご紹介なのです。デビルチルドレンのシリーズは新女神転生からのスピンオフでターゲット年齢層を少し下げつつ、アニメなどメディアミックスもしていたメガテンシリーズの一つです。主にゲームボーイで2000年から展開していたシリーズで、ポケモンのように色違い2種類展開をしていました。ただポケモンとちょっと違って、登場悪魔などだけの差だけではなく、シナリオがそれぞれ全く違う作りになっていて、ボスなどレベルデザインも違うので難易度でも差があったりします。ちなみに赤と黒だと黒の方がちょっと難しいのです。この PS1 版のデビルチルドレンは、そのゲームボーイの最初のデビルチルドレンの赤と黒を1本にして、ボイスやアニメーションなどを追加したパワーアップ移植版です。デビルチルドレンはゲームボーイとアドバンスで赤と黒の後、白、光と闇、炎と氷、メシアライザーとシリーズが続きましたが、移植されたのはこの赤と黒だけと、ちょっと残念です。その結果を見ても想像がつくように、おそらくこの PS1 版のデビチルはあまり売れなかったのでしょう。そのためにむしろヒットしたので市場に余っている感もある。ゲームボーイ版は今でもプレミアついていないのに、 PS1 版はじりじりとプレミア化してきてるという形に。こちらのデビルチルドレン、久しぶりに立ち上げてみましたが、女の子主人公の方は導入とかなんだか魔法少女ものみたいだなぁと思ったのです。確かにそういう感じあるけど、見た目に反して意外とシリアスなところもあるのが新女神転生らしくもあって、本家とはまた違った色味で面白いのですが、正直女神転生ファンとアニメ版含めた子供向けアレンジがターゲット層をどうしてもブレさせていたので、あと一歩跳ねなかったところかもしれません。そんな PS1 版新女神転生デビルチルドレン、黒の書赤の書のロム版は駿河屋中古価格1400円になっていますが、 PS アーカイブでは628円で今もダウンロード可能なのです。もう一本メジャーどころでちょいプレミアタイトル、悪魔城年代記悪魔城ドラキュラです。たくさんある悪魔城ドラキュラの中の一つで、 X68000 版のドラキュラのオリジナルモードとアレンジモードが遊べる作品がこちらの PS1 版悪魔城年代記悪魔城ドラキュラになっています。とはいえ少し前までは X68000 版が遊べるというのは商品として売りになり、この PS1 版もプレミアついていたのですが、現在はプレステ4でもスイッチでもスチームでも悪魔城ドラキュラアニバーサリーコレクションで悪魔城ドラキュラのリメイク版を遊ぶことができますし、随記から復刻した X68000Z などでオリジナルの悪魔城ドラキュラも復刻しており、それもあってこちらの PS1 版のプレミアは一時期15000円くらいまでしてしまっていたのが、今はすっと落ち着き、現在駿河屋中古価格は8200円となっていますので、こちらの PS1 版の価値としてはアレンジモードになるのかなとは思ったりするのです。ただアレンジとしては PC エンジン版のドラキュラ X やその X のリメイクの月下の野草曲などの出来が音楽ともども良すぎて、こちらの PS1 版はひっそりと忘れされかけているような気がします。そんな PS1 版の悪魔城年代記悪魔城ドラキュラも PS アーカイブでは未だに628円でダウンロード可能です。628円なら持っていても何の問題もない一本なのです。さてさて、今回ここからはちょっとマイナーな作品となっていきます。皆さんここからの各タイトルはどれくらいご存知でしょうか。まずは東芝恵美から1998年という PS1 中期に発売されたアクションゲームルシファーリングです。雰囲気とかなんともそれほど悪くはないですが、なんだかいろいろ昔のアメゲーっぽい感じです。一応フル 3D アクションなのですが、プレイ感的にはもっさりしたベルスクって感じで、ベルスク風だというのはベルスク好きなので悪くないのですが、この防御とか回避もうまくできないのに攻撃の隙が大きすぎたりとか、もうただただバランスが崩壊してるというか、弱切り以外が使いにくくて爽快感とは程遠い感じなのです。グラフィックは同じ時期の大手制作のバイオ2や FF8 と比べては酷ですが、 PS1 初期っぽい感じながらもそれなりには頑張ってる感じはします。そんなルシファーリングですが、
ネット上で検索しても公式含めた紹介記事はもちろん、ウィキや細かい情報を掲載しているページが全然ありませんし、正直当時も今もまともに売っているのをあまり見たことがありません。それもあって駿河屋でも値段がわからなかったのですが、メルカリやアマゾンでは2万円以上ついており、あまりに市場にないところから相当数出荷が少ない気もしますし、まあプレミアレアタイトルで良いのかなと思ってのご紹介です。そんなルシファーリングも PS アーカイブなら今でも628円でダウンロード可能なのです。お次は下請けでロックマンシリーズを手掛けていたり、オリジナルでもギャルガンとかとんでもないゲームを作っているインティクリエイツが1998年に発売した可変走行ガンバイクです。マクロスのバルキリーのバイク版のように、バイクモードとロボットモードとその中間のガウォークみたいなモードと変形しながら遊ぶレースアクションゲームです。レースプラスアクションということで、おおむねバイクモードで時間内にゴールを目指して走りながら、出てくる敵や障害物をロボットモードで破壊して進んでいくみたいな感じの遊び方なのです。こちらとにかく操作がしにくく、特にカメラが自由に動かせないのに、なかなかカメラが正面にならないのがもう無理ってくらいイラッとします。グラフィックはまあ大手以外のこの時代の PS1 のゲームはこれくらいだとは思いますが、操作感がもっと良ければ面白いんじゃないかって気もするので、なんとももったいないとか思いましたが、これでも当時はそれなりに楽しめたんではないかなとも思います。こちらもおそらくマイナータイトルで出荷本数も少なかったんだと思うのです。ただ一時期は2万円を超えるプレミアタイトルになっていましたが、昨今需要のなさからか、現在可変走行ガンバイクのロム版駿河屋中古価格は13,500円になっています。ですが PS アーカイブなら今でも628円でダウンロード可能なのです。お次は販売インターレックス開発パンサーソフトのキッチンを舞台とした 2D 横スクのアクションゲームキッチンパニックです。絵本のような独特な世界観に浸れるかが勝負どころかもしれませんが、何かどこかで見たことあるような感が強くて、初めて見ても初めての感じがしないアクションゲームです。いろんなギミックがあったり、ちょっとメトロイドバニラ的な探索風要素もあり、ステージのやり込みがあったりはするのです。開発が後にスペースグリフォンを作るパンサーソフトということもあり、意外とちゃんと作られているかなと思います。こちらもここまで紹介したマイナー作品ルシファーリングとガンバイクと同じで PS1 の中期レッドオーシャンになってきた時代のタイトルで、出荷本数が少ないゆえのプレミア化って感じのタイトルで、こちらも一時期は25,000円くらいまでいっていましたが、ガンバイクと同じで需要もないのか、現在キッチンパニックのロム版駿河屋中古価格16,600円になっていますが、こちらも PS アーカイブで628円でダウンロード可能なのです。お次もマイナータイトルですが、ここまでのものよりも知る人は知っているみたいなタイトルではないかと思います。メディアエンターテインメントのグルメアクションゲーム焼き鳥娘凄腕繁盛記です。こちらは牛角などの協賛で始まったグルメアクションシリーズで、1作目の焼肉奉行、2作目の満腹鍋家族に続く第3弾となっています。そんなのあった間には鍋家族だけロム版がある感じです。焼き鳥娘は牛角と同じグループの鳥伝の協賛なのです。こちらのグルメアクションシリーズはおそらく全体的に出荷数は少なめで、シリーズ増すごとにだんだんと本数も減っていってるのか、プレミア化も増していった印象で、焼肉奉行はプレミア化はしていませんが未だ定価の半分くらいの値段で、満腹鍋家族もちょっと見つけにくく、今後プレミアの可能性はあるかもな感じで定価くらいをキープで、最後の焼き鳥娘はしっかりプレミアタイトルになってしまってる感じです。この焼き鳥娘はめちゃくちゃ昭和感爆発な設定や絵柄で、こういった世界観に興味がなければとっつきにくさすらある気がしますが、死んだ親父が焼き鳥じゃなくて鶏になって娘のところに戻ってくるとんでもオープニングでスタートですが、そこを置いておけば江戸っ子人情物感はあるので好きな人は好きかもしれません。ゲームとしてはグルメアクションなので、焼き鳥を的確に焼きながら客に食べさせていくというアクションゲームで、コンボや様々なアイテムで点数を上げていき、
時間内に規定点数を取ってクリアみたいな感じなのです。適当に焼いてお客さんに食べさせてるだけじゃクリアできず、コンボを決めて点数を稼いでいかないとダメだったりと、やりごたえもあるゲームだとは思います。現在焼き鳥娘凄腕繁盛記のロム版の駿河屋中古価格は27,000円となっていますが、こちらも PS アーカイブで628円でダウンロード可能なので、キャラの濃さが気にならないならおすすめなゲームなのです。というところで PS アーカイブで遊べるプレミアゲーム紹介第2弾でしたが、最後におまけでもう2本他の動画で紹介したことあるゲームですので、サクッと軽くご紹介です。1999年トレジャーの開発でエニックスの販売でありながらあんまり売ってくれなかった隠れた名作アクションゲーム、落書きショータイム。ゲーム内容は何度か紹介していますので、よろしければそちらをご覧ください。トレジャータイトルにありがちですが、出来はいいのにあまり売れておらずでプレミア化の1本で、こちらのロム版は駿河屋中古価格は駿河屋在庫なしで負けプレで22,000円から32,000円くらいとなっていますが、こちらも現在でも PS アーカイブでダウンロード可能となっていまして、お値段628円で遊ぶことができるのです。コレクション目的ではない方はぜひアーカイブ版をどうぞなのです。もう1本はこちら、アスカ 120% などのフィルインカフェ開発のパンツァーバンデット。こちらも1997年というプレステ自体が絶好調の頃の作品ですが、数でうずもれてしまったのかプレミア化してしまっている。ベルスク好きな私はとても好きな、ちょっと隠れてる名作です。こちらもロム版は駿河屋中古価格14,300円から17,200円ですが、 PS アーカイブでは今でも628円でダウンロード可能なのです。ということで、今回と前回合わせて20本の PS1 で現在ロム版がプレミア化してしまっているけど今でもアーカイブでダウンロード可能なゲームたちをご紹介しましたが、次回同様のテーマの動画を作るときはそんなに数持っていませんが PS2 タイトルでやってみるのです。とはいえ PS2 はまだそんなにプレミア化してるソフトがないのですが、 PS2 コンプリートみたいな人はまだまだ増えないでしょうから、 PS2 以降は比較的に需要と供給が安定した中古ゲーム市場が続きそうです。ちなみに PS1 は3,300本くらい、 PS2 も2,900本くらいがリリースされてたので、どちらもコンプリートしようとするとどんなハードよりも本数的なところがやばいのだ。どちらもファミコンの3倍、スーパーファミコンの2倍のゲームがリリースされてたことになりますし、そんなのあった間にも PS1 と PS2 で1000本くらいが棚に入ってますが、これでも両ハードの全体の 15% ですからね。ということで本日はここまで。ではでは、今後もいろいろなゲームをご紹介していきますので、よろしければコメント、グッドボタン、チャンネル登録などなどお願いするのです。